こんにちは。今回のシリーズ動画は花店の水揚げ、花のケアと題しまして、花を購入される消費者の一番の関心事である購入したお花が少しでもきれいに長持ちしてほしいという要望に応えまして、生花店で購入したお花が家庭で長く楽しめるよう、フローリストの現場で行われている水揚げ、鮮度保持の正しい方法、基礎をお伝えする内容といたしました。生花店での水揚げの方法や薬剤の適切な使用によって花の鮮度が長く保たれること、種類によって水揚げ処理方法が違うなど、正しい知識と処理方法を効果比較やグラフなどを使い、理論的実践的な例を挙げながらフローリストの皆様にその重要性を知っていただける内容となっています。今回の講師は水揚げ鮮度保持において第一人者であり、自ら生花店を経営され、経済環境が厳しい中でも着実に業績向上を果たされている北海道札幌市のドクトル臼木こと臼木武智さんにお願いしています。今後は季節ごとに花の種類も増やしてお送りしてまいりますので、ぜひともご覧ください。それでは始めたいと思います。皆さんこんにちは。ドクトル臼木の花店の水揚げと、それから花のケアについての基礎的な知識と実践のテクニック、今日からシリーズ化するということで、よろしくお願いしたいと思います。でまず最初にですね私自身は実は花屋さんもともとではなくて家電の販売員だったんですね。でそこから花屋さんに入って、初めて驚いたのがですね、お花ごとに水揚げ方法がすごく違うと。じゃあ一体これ何が正しいのかっていうのが分からなかったり、湯揚げをするのがすごく驚いて、菊を実際にブツブツしたお湯で煮てたんですね。でこういうのを見た時になんでするのっていうのを周りの先輩が聞いたんです。そしたらあんまり的確な答えが返ってこなくてですね、でそこからいろいろ自分で、調べ始めたんですね。でそのうちに、農研機構の、先生ですね、市村先生とお会いすることがあって、実際にその農研機構にお邪魔してでいろんなその研究データっていうのを見させていただいて、それからいろいろなさらに、勉強を深めてですね、今に至っています。で数年前に私本を出版しています。で今回のこのお話はその本にのっとってですね、いろいろな資料とか、ご説明をさせていただこうと思いますので、もしお持ちの方がいらっしゃいましたら、この水揚げ&花のケアっていう本ですね。でこちら東京動産でももちろん購入することができますので、ぜひこれを見ながらお話を聞いていただければより分かりやすいかなと思いますので、ぜひこちらもですね見ていただきながら進めていければと思いますそれでは早速ちょっと中身に入っていきたいと思います。まず最初になんですが、お花って、花そのもののやっぱり品質が良くないと花持ちってあんまりしないんですね。でそこで長くやっぱりきれいに咲かすためにも、まずその花がいいかどうかっていう目利きをする必要があります。でその目利きについてまず最初にお話しさせていただきたいんですが、いろいろなお花にダメになる兆候っていうのがあるんです。その兆候をまず見極めるためにも一つ一つですねちょっとご説明していきたいなと思うんですが、まずその植物の茎の状態を見ていただきたいんですね。でちょっと今いろいろなお花を用意したんですけど、まずこのディシアンサスですね一般的にこれトルコキキョウっていう方多いんですけど、正確にはやっぱりディシアンサスと呼びます。でこのまずディシアンサスをちょっと、見ていただきながらお話したいんですが、まず、茎の色ですね。でこれはお花いろいろな植物全部いろんな茎があるんですけど、色がいいか悪いか、もう単純にで変色がしてるとその変色のところからおかしくなってくるっていうことがありますので、まず茎の色を見てください。それから当然汚れ、この汚れを見る。で特にこの根のところですね、極端に汚くなっているようだとそのままお水につけると水が汚れますので当然ダメですし、茎のここの変色があまりにもひどいともうすでにバクテリアが入っていたり、もしくは何かの病気、腐れがある、そのまま水につけるとやっぱり腐ってきますので、まずこの変色を見る、汚れを見る。それとデンファーレとかランですね、ああいうのはピックに入ってます。このピックをパッと外した時に
ちょっと匂いを嗅いでみてください。でこの時に異臭というかやっぱ変な匂いがするようだともう腐っている可能性があるんですね。その場合も良くない、長く持たないっていうことになりますので、茎のこの辺の香りもちょっと嗅いでみるっていうのもあります。それからこれはね、ディシャンサスってよくあるんですけど、割れで、特に割れはね、この花の首のところに横に切れ目が入っているとですね、ちょっと振っただけで首がポロンと落ちてしまうことがあります。これは一応植物を作る時の水、これがね切りすぎたり、その後にいきなり水やったりっていうのを起きると、ここがポキンと線が入ってですね、首が折れやすくなるんですね。でそういったものがないかどうか、あと縦割れっていうのもあるんですね。こういう縦割れなので、その茎をちゃんと見ていただくってことが大事。それから石棺ですね。この石棺のバランスっていうのはちょっと見て分かりますかね。これ節がありますね。で本当はこれ節っていうのも、カーネーションなんかは特にそうなんですけど、均等にこう節がなってると上手に作られているってことが分かります。でこれが最初のこの下の方がですね、極端に詰まっていて、そこから上にキューッと伸びてしまっているものから最初からこう均等なものっていうのもあるんですが、できればその均等な方がよく作られているということなんですね。詰まっているということは温度が寒い、定食した時にすごく寒くてすっごい詰まっちゃってて、で後から急に伸びてるっていう場合もあるし、肥料が後から効いちゃうと植物で持たないので、そういった意味でもその茎のこの石棺のバランスとか、あと硬さですね、柔らかい方がいい場合もあるんですけど、基本的にはやっぱりしっかりと硬いものっていうのが、いいお花の茎かなと思います。あともう一つ難しいんですけど、ちょっと今日うまく見えるかどうか分かりませんが、ここのですね茎の、断面ですね。で後でこれシリーズの時にご説明しますけど、水揚げの時も実はこの茎の断面、どこから水を吸うのかっていうのも理解しなきゃいけないんですが、この真ん中のところ、イメージすると分かりやすいんですけど、綿ありますよね、中心の。この綿のところが、これ髄っていうんですけど、この髄がちっちゃいか大きいかによって、同じお花の場合ですけど、髄の部分がちっちゃい方が比較的ですね、持ちが良かったりします。それから髄のところがあまりにも大きくて、周りに異管束があるんですけど、そこがちっちゃいとちょっと水上がりがしにくいとかっていう植物的な部分もあるので、ちょっとこの茎のところも見ていただくっていうのがいいかなと思います。続いてこの葉っぱ、この葉っぱの見極めっていうのもありまして、まず葉のここを見ていただいて、トルコキキョウ、ディシャンサスでよくあるんですけど、ハモグリ、ここにこういうふうにですね、虫が張ったような跡があると、ちょっといただけないです。その後はハモグリっていうのはちっちゃいハモグリバエっていうふうになって飛んでしまったり、ハモグリがここをうようよすると、ここからもエチレンガス出たりします。そうするとこのようにディシャンサスはエチレンの影響を受けやすいので、ちょっと花持ちがしなかったりっていうのもあるので、まず葉っぱのその虫がいないかどうかを見る。それから傷みですね。それからカビ、トルコキキョウ、ディシャンサスもこのカビがね生えやすいんです。でちょっとですね、これだと分かりにくいかもしれないですけど、葉っぱにもそうなんですけど、この茎のここの部分、これどっかアプリで見えますかね。ここちょっとカビてきてるんです、これちょうど。でこれをそのままにしておきますと、どんどん広がって、この葉っぱのここのところにも、カビが広がってしまいますので、そういったところの節なんかもよく見るといいです。あと当然この葉っぱの裏に虫がついていることがありますので、その虫の確認ですね。それからバラとかですと、葉をね軽くちょっと触ると冷たい、葉が冷たいとね元気な証拠だってよく言われます。これ光合成とかよく起きると、この葉っぱがね冷たいんですね。でこれが触ってちょっとぬるいなと思ってくると、だんだんと元気がなくなってくる兆候になりますので、そういった確認なんかもあるといいと思います。で続いてですね、今度花の状態。花の状態はもちろんすれがないかどうか、これはもう目視できますので皆さん分かると思うんですけど、まずそのすれとか、あとユリなんかはそうなんですけど、花弁が透けてないか、これも透けて見えるようにやってくるとどんどん傷んでくるのが早いので、そこもちょっと確認が必要です。それから当然傷みですね。で花弁のあとですね、この中心の花粉、
でこの花粉なんかもカビが生えやすいので覗き込んでちょっと中を見ていただくっていうのも大事です。今はこのリシアンサスも、これ受粉するとね早くダメになっちゃうんですね、この花が。そうすると受粉させないためにおしべがないタイプも去年あたりから出始めました。なのでその受粉おしべがないとまたね、傷みもしにくいのでカビも生えにくいっていう利点もあります。ですけどこの中身の確認が必要になります。それから触っていただいて張りがあるかどうか、これはバラとかあとアジサイなんかはすごくそうなんですけど、ちょっと軽く触ってですね、これがだらっと柔らかいなと思うともう傷んでくる前兆になります。ですから必ず触ってみるっていうのも大事です。それからちょっと振ってみてですね、このシネンシスなんかが分かりやすいと思うんですけどこういうお花は皆さんよく散るのを見たことあると思います。これは前処理がちゃんとできてないとデルフィニウムは散ってしまいます。そのためにも仕入れする前にちょっとこういうふうに振っていただいて落ちないかどうかの確認、スイートピーなんかもそうですね。でこういう落下の確認っていうのもしておくっていうのが大事になります。それからあとカーネーションのはい、で先ほどのデルフィニウムはエチレンの影響とか受けると落下しますけど、カーネーションは皆さんご存知のようにしぼみます。そのしぼむ時のしぼみ方っていうのがあって、ここの花弁がですね内側にこうロールしてきます。こういうふうに内側にインローリングっていうんですけど、こうインロールしてくるとエチレンの影響を受けてしぼんだっていう、証拠になります。でその場合はこの額もですねふかふかになっちゃって、まだまだ買ったばっかりでつぼみがちょっと開きそうな感じの状態でもそういうふうになってくると早くしぼんでしまいます。なので買った時にこの針、この額の針とその花弁のローリングしてないかどうかっていう、チェックも必要かなというふうに思います。あとは虫ですね、この花の中の虫、特に桃の花とかはもう外でこうつぼみを作ってるんですけど、中にも虫がいることがあるんですね。それがちょっと老けてくると虫がバーッと出てきます。そういった意味でもいろんなお花はそうですが、表面と裏側を虫の確認をする。で先ほども言いましたけど、やっぱりこういったものに関しては額しっかり感があるかどうか、こういった、大体のお花の、チェックなんかもすると、品質的にはいいものが買えるようになる。それともう一つ大事なのは花持ちのテストをしてみるということです。その同じ産地のものでも時期によってちょっと違いはありますが、まずお店で、買ってみてで実際に飾ってみる、そういった日持ちテストっていうのも大事なので、ぜひその辺を気をつけて、仕入れをしてください。でその次にですね、水揚げの今度お話をこの後していくんですけど、その準備をいくつかちょっとしておきたいんですが、その準備の時にまず先ほど見ましたけど、ハサミとかナイフはきれいにしておいてくださいシュシュってやる。で切れ味を良くしておくっていうのがまず一つ。それから、うちのお店で、これ他のお店でもやってるかもしれないんですが大体お水揚げする時間っていうのは市場に行って帰ってくる昼ぐらいになるんです。でその前に朝一でその日の水揚げの水は溜めておきます。なぜかというと、水揚げの使う時の水っていうのは冷たいよりあったかい方がいいんです。で全部あったかい方がいいってことでお湯使うとものすごい経費かかります。そうなるとちょっと大変なので、せめて室温ぐらいに上げたいんですね。でそうすると水を溜めておく、溜め水にしておくことによってある程度室温に近く暖かくなってきますので、それに水揚げした時のお水を使う。でこれはね、水揚げをしっかりするためにもすごくいい、お金がかからずに、いい効果が出ますので、特にこれから、いろいろな、なんていうかな、冬になると今収録してるのがちょっと冬なんですけど、水道の水って冷たいんですね。でこの冷たいまんまの水で例えばクリスマスローズとか水揚げをしようとすると上がりません。水冷たすぎると上がらないんです。そのためにもちょっとため水とかで、さらにちょっとどうしても上がりにくいものはもう少しぬるま湯を使うとかで、こういったお話は追ってやっていきますけど、まず水揚げする前にそういう準備をしておく、そういったことも大事なので、大事かな。それから先ほど言いましたように抗菌剤のお水を作っておくですね。こういったものもちょっと、事前に準備をしてやっていくってことが大事になります。でその上で、水揚げのお話をしていくんですけど、水揚げをする前にまず
どうしても知っておいていただきたいことが一つあります。でそれはどういうことかというと、切り花の水揚げの時っていうのは大きく分けるとですね、2つの種類、水の吸い方が2つの種類あるっていうのを一つ覚えてください。でその一つは、単子葉類、それからもう一つは双子葉類っていう植物があります。でこの違いはもうだいぶ僕もお話ししてきたのでご存知の方も多いとは思うんですけど、僕の本でいうとですね、この9ページにそれが書かれてます。で多分今これテロップでちょっと大きく出ると思いますので後で見ていただきたいんですが単子葉類系のものっていうのは、水上がりがしやすいんです。だからほとんどのお店で湯揚げとかあんまりしてないと思います。こうしようああしようっていう苦労のしない水揚げでいい。例えばですね、グラジオラスとかユリだとか、単子葉類系ですね、あと、チューリップだとか、ああいったものってそんな湯揚げとかしてないと思いますなぜかというと、単子葉類っていうのは水を吸う導管、それから歯管、これが束になった維管束って言いますけど、これが茎の断面の至るところにあります。いろんなところから吸い上げで、しかも多いんです、数が。それに対して双子葉類っていう方は、吸う位置が周りにしかないんです。茎の周りで、この中心部、先ほども言いましたけど髄っていうんですけど、この髄の部分が、大きければ大きいほどその維管束の部分が狭くなってきます。そうするとですね、水上がりがしにくいものっていうのが出てきます。例えば、クレマチスなんかもそうですね、すごくその水の吸うところっていうのが細いんですよ。そうなってくるとちょっと水揚げをいろいろな工夫をしなきゃいけない。まずこの水を吸うところはどこから吸ってるのかっていうのを理解した上で、水揚げを細かくしなきゃいけないかどうかっていう、判断になります。ですからこの単子葉類と双子葉類、まずこちらを覚えていただければと思います。で続いてですね、この水揚げももちろんなんですけど、お花を長く持たせるために必要な一番重要な部分が品質保持剤と呼ばれるものです。この品質保持剤いっぱいあります。今いろんなものが。でこれをちょっと理解するのがとっても難しいってよく言われるので、今日はその品質保持剤を、しっかりとちょっと覚えていただきたいなっていうふうに思います。で今日はメインにはフロアナイフさんの商品、こちらは非常にですねジャンルごとにきちきちっと作られているものが多いので、それを中心にちょっとお話をさせていただきたいと思います。で、いろんな商品があるんですけど、それ全部ひっくるめて品質保持剤って言います。でその中の抗菌効果と糖分、お花に必要なこの2つが入っているものを切り花栄養剤って言います。でこの切り花栄養剤もまたいろいろあるんですけど、とりあえず消費者に皆さんが販売したり消費者が使うものに関しては糖と抗菌が入っているもの、これは切り花栄養剤って言います。品質保持剤の中の、糖と抗菌が入ったのが切り花栄養剤。まずここはしっかりと、覚えていただきたいと思います。で品質保持剤っていうのはですね、やっぱお花の品質を良くするためには必ず、利用されるというか大事な部分でありますので、そのいろいろな違いもありますから、そこもひっくるめてちょっと、お話をさせていただければなと思います。でまず品質保持剤の中でも、最近すごく注目を浴びていて使う機会が多くなっているのが、抗菌剤と呼ばれるものです。でこの抗菌剤、うちのお店で使っているのは2つです。1つがこの PRG と呼ばれる錠剤タイプのものですね。でこれはもうかなりうちのお店でも使えるようになりました。品目でいうとガーベラですね、それからお花が咲かない葉物、それから枝物で、これには糖が入ってないです。栄養が全くなくて抗菌剤だけなので、これに関してはその花の咲かないもの、それから水を腐らしたくない場合とかっていうのにも使えます。ともう一つその抗菌効果のあるものとして使っているのがちょっとこういったものに入ってますけどこれ実際にうちで今使っているやつで、これは明板です。ちょっと白くて見にくいかもしれませんけど、この明板は、別名が硫酸アルミニウムカリウムっていうようにもろ抗菌剤です。ただこれ食品に使われてまして、漬物なんかにもよく使うので、実際にちょっとこう舐めても別に問題、すごくしょっぱいですけどね、体に害はないものではあります。大量に取るとまずいですけど、でこの2つをうちのお店では使っています。で
でこれからいろいろと切り花の、水揚げ方法についてジャンルごとにやっていく予定なんですが、その時にもこの2つのものを扱っていきますので、ぜひちょっとこれはポイントとして押さえてください。でこちらの、P&G に関してちょっと使い方の説明をしたいんですが、よいしょ、これね、錠剤が中に入ってます。でこの錠剤硬いので、これを早くちょっと溶かしたいっていう場合は、このピルクラッシャーっていうのがあるんですね。これも東京都産で買えます。でこの中に錠剤をポロンと入れて、これをぐーっと回していくとぐしゅっと潰れちゃうんですね。で潰れると、これ1錠が2リッターのお水に使えます。で潰れたやつの粉を例えばですね、4等分するとか2等分すると、少ないお水 500ml 量とかって分けることができるので、単純に分けて使いたい時もこれは使えます。でうちではほとんどの場合、よいしょ、でこういうバケツにですね、ちょっと中後で見えるかな、こういうふうに線を入れてあって、2リッターのお水の線をここに入れておいて、これ実際に今お水入ってるんですけど、この中に錠剤をポンと入れて溶かしておきます。でこれを作っておくと、後でもう分ける、このお水で分けれますので、特にガーベラの、水っていうのは少なくていいってよく言われるように、うちも5センチぐらいにしてます。でその時にここの2リッターのお水あれば、かなりのバケツグラスに入れることができますので、こういうふうに作っておくと便利です。でこれ作り置きしといても抗菌剤持続が結構これするので、2、3日全然平気ですから、こうやって作っておくっていうのが一つの方法でいいかなというふうに思います。あとよく言われるハイター、ハイター確かに抗菌効果強いです。ただ花用じゃないので、その茎が焼けちゃったりっていう、後遺症もありますので、できれば、こういうお花専用のものすごく考えられて作られているので、これを使っていただいた方がいいかなと。僕はあんまりハイターとかはガラスをきれいにするとかっていうのはいいと思うんですけど、花直接にあげるのはちょっとあんまり推奨はしていません。でまず抗菌剤がこんな感じですね。で続いてですね、その切り花の栄養剤で、これの考え方がいろいろあるんですが、まず2つ覚えておいていただきたいんですけど、1つはお花屋さん用の切り花栄養剤、それから消費者用のっていうのがある。このジャンルをきちっと理解してください。でこれ大きく何が違うかっていうと、糖の濃度が違います。で糖の濃度が違うっていうと、消費者用のやつはね、すごく糖が濃度が濃いんですね。で花屋さん用のは薄くしてます。なぜかというと、糖濃度が高いと、早く咲いたように見えちゃう。お花が膨らむのが早いんですね。でさらに希釈も違います。消費者用のは100倍、お花屋さんのは50倍、すいません、逆でした。消費者用のが50倍で、お花屋さんのが100倍で、値段も安いんですね、花屋さんの用のが。でそういう分け方があります。でさらにその花店用のものって言っていくと、まずクリア200っていうのがあります。ちょっと今サンプルないんですが、後でテロップ出ると思います。でそのクリア200っていうのを基準に、もう一つ糖がそのバラ用っていうのがあるんですね。その糖の濃度っていうより質がいいっていう考えの方がいいかな。でそのローズ用、バラ用っていうのもあるので、ローズクリアっていうのがその花店用にあります。でさらにもう一つちょっとややこしいんですけど、新しいのが出て、エクスプレスクリアっていうのがあります。でこれ何が違うかというと、要は水揚げの促進効果があります。水上がりがすごくいいんですね。でメーカーさん曰くは、切り戻しをしない、要は買ってきて普通は切り戻しをして湯揚げをしたりなんなりってしてお水つけるんですけど、その商品は下を切らないでもそのままポンと水につけるだけで水が上がるよと、そのくらい自信を持っている商品なので、例えばですけど、大量に葬儀屋さんだとかパッカー屋さんで大量に使うとか、切り戻しするだけでも時間がもったいないとかあと切ってしまうと長さが短くなりますから、そこの、もったいないというか なるべく長く使いたい、そういった場合にはいいかなと思います。で実際うちでも使ってるんですが、うちは切り戻しをして使ってます。一応切り戻しをして、それでさらにそのエクスプレスクリアを使うと、水上がり率の確率がすごく良くなるので、そういった意味でエクスプレスクリアっていうのはより確実に水をあげたい方にはいいかなと。若干お値段が通常のやつよりも高めですけど、栄養も入ってるし、
抗菌効果もあるし、さらにはその促進効果で、皆さんもお使いかもしれませんが、水揚げ促進剤でクイックディップっていうのがあります。後でまたご紹介しますけど、そういったクイックディップは水揚げ促進をして、その後にいろんな栄養剤につけるんですけど、今のエクスプレスに関してはその作業がちょっといらなくなるかなと、そういった意味でも時間の短縮とか考えるといいかなっていうふうに思います。で、今言ったような花屋さん用の切り花用剤とは別に消費者用の切り花栄養剤っていうのもいろいろあります。で、ここもぜひ覚えておいていただきたいんですが、通常の切り花栄養剤っていうのがよくこれ小袋でお客様にお渡ししたりするタイプで、これはもう栄養と抗菌の効果があります。で、これの他に先ほど見ましたけどバラ用で、これはさらに今のものよりも栄養がいいものを使っている。で、糖濃度が若干高いためにこの袋の大きさ違うのが分かるかと思いますけど、希釈がねあんまりできないらしいんです。ただちょっと大きくなってしまうらしいですね。それでこのバラ用っていうのがあります。で、このサイズは普通は 500ml 用で、よく僕もお客様に言いますけど、こういうペットボトルの500にこれを入れてお水を作って入れてくださいっていうお話をします。で、これでいいんですが、飾る花瓶の大きさ、それから花束の大きさによってこの500では足りなかったり多かったりしますですからこの500のペットで作ってお水をやっていただきたいんですが、例えばですね、500ってどのくらいかっていうと、このペットボトルの水このくらいなんですね。で、この花瓶の大きさだとおそらく2000円の花束ぐらいかなと思います。で、3000円だとちょっとこれではちっちゃいかな。そうするとお水の量ももうちょっと入れなきゃいけないわけですね。で、さらに例えば5000円ぐらいになるとやっぱこのくらいのお水の量になります。で、これだと今の500の3倍から4倍入れるようになると思うんですね。そうなった時にはちょっとこれ500一つじゃ足りないんですね。で、その場合皆さんはお客様に2つ3つ差し上げればいいんですけど、ちょっとお店のコスト的に考えると厳しいっていう場合はぜひこの切り花栄養剤を販売していただければと思います。で、その時に使われるのがこういうポンプタイプのやつあります。で、これうちのお店かなり売ってます。で、これはこれと同じ切り花栄養剤なんですけど、ワンプッシュで 100ml です。ですからこれだと5回ですね。 500ml だと12345で、これだと例えば15回とかですごく分かりやすいので、花瓶の大きさとそのリッター数1回ですね、お客さんにこういうので何回入れたらこのぐらいっていうのを分かっていただければ次からはその数を言う。で、年配の方にもその数と花瓶の大きさ、僕お客さんのところに行った時に花瓶見せていただくんですね。で、その時の水の量をちょっと見て、これ5回ぐらいかなとかっていうのをやります。で、実はこの希釈がすごく大事で、薄すぎるともう効果が本当に薄れます。ですからせっかくお金出してこういったものを使っているのに自分で勝手にですねその濃さを調整してしまうとあまりいい結果にならないので、必ず希釈は守るようにしていただければと思います。で、このポンプタイプのやつはこういうふうにバラ用っていうのがあるんですね。で、うちのお客さんもバラ好きな方は本当バラ用を買っていきます。ですからこういったものの、違いを理解をして売るっていうのも大事で、さらにですね、最近このさっきのエクスプレス、こういうのね消費者用も出たんです。で、実はこれかなりおすすめなんですね。お花によっては水が下がりやすい花ってありますよね。せっかくちゃんと水あげてもその後なんかちょっと首が下がっちゃうっていうのもあるので、これを使うとそれがかなり防ぐことができます。ですからうちのお店でも全部これに今切り替えようと思っています。通常のタイプとこの 300ml、少ないタイプのやつもありますので、この2つをですね揃えておくとかなりいいかなと。で、同じようにこのポンプタイプのやつも出ましたので、うちはもう全部これに切り替えてやっていこうと思います。だからここまで使わなくても通常のものでも十分効果はあるとは思うんですが、よりお客様にですね長く使っていただこうと思うんだったらちょっとこういう新しいタイプも試してみるといいかなと。で、ぜひお店でですねこれ試験してみてください。水上がりの違いとかで、結構こういういろいろなものがあるんですけど、専門店としては今後こういったものを持っているっていうのも知っておいてお客様に、いろいろ
コーディネートしてあげるっていうのも大事かなというふうに思います。であとはですね、この切り花溶剤の他にもいろいろなグッズがあります。でちょっとこの辺を一度すっきりさせていただいて、今みたいな抗菌剤ではないんですけど、バケツとかハサミっていうのはやっぱりいつもきれいにしなきゃいけないわけですね。それに使われるものがこのクリーナープラスっていうタイプですね。でこれは今みたいにバケツの中ですね、バケツって皆さんいつも洗うと思うんですけど、洗った後にこのスプレーをシュシュッとして軽く拭うんです。そうすると皮膜が作ることができる。これ自体も洗浄効果なので、これで洗ってもいいです。洗った後にシュシュッとやってちょっと塗る、そのままでもいいんですけど、うちは別に大して忙しいっていう店ではないんですけど、洗ったらもうこれシュシュッとやって逆さにして置いとくっていうルーティンにしています。でそれだけでもかなりいいんですが、あとハサミとかナイフですね。私の花ばさみがちょっと今遠くに置いちゃったんです。手元にあったこういう普通のハサミですけど、このハサミに例えばこういうふうにスプレーします。それで、ティッシュとかで軽く拭きます。こうやってもうこれだけでも抗菌効果も出るんですね。でこれを、水揚げの前、それから水揚げ終わった時にシュシュッとやってちょっとこうやって拭く。もう本当そんな難しいことではないです。こう軽くシュシュッとやってもこうやって拭いておく。これだけでももうハサミもきれいになるし、バクテリアの影響とかも受けにくくなるのですごく楽ですよね。とバケツも洗えるし、しかもこれねかなり安いんです。1リッタータイプっていうのがこれなんですけど、これも希釈タイプで相当使えます。その割にお値段すごく安いので、ぜひこれをですね周りに置いとく。しょっちゅうこれを使う。それだけでも皆さんの意識が変わってきますんで、スタッフのこれもちょっとおすすめで、使ってみていただければなと思います。あと、いろんなその品掃除効果のものがあるんですけど、今一番ブレイクして多くのお花屋さんが使い始めてるっていうのが多分フィニッシングタッチだと思います。でこれは本当にいいです。で今後水揚げのいろんな講習会しますけど、その時にもこれは使うので、ぜひこれもお手元に置いといていただいていいかなと思います。でこれはね新しく出たボトルのタイプで、前のタイプっていうのはこういうボトルだったんですね。ですけどこれが新しいボトルになりました。何が変わったかっていうと、スプレーがものすごく細かくなって長く出ます。ちょっと見えるかな。すっごい細かくてかなり出ます。でこれの使い方のコツなんですが、しっかり握りっぱなしにしてください。途中でやめない。ぐーっとやる。そうすると細かいのがずっと出ますんで、かなりまんべんなくかけることができるようになりました。でこれね本当に前のやつはねちょっと粗かったんです。そう粗いと花持ちテストした時に分かったんですけど、ムラになるとですね効果がちゃんと出ない時があるんですね。でこれになると本当細かくまんべんなくかかるので相当良くなりました。でこのフィニッシングタッチは何かっていうと、基本的には、元気にするお花を元気にする、お薬というよりホルモン剤みたいなものなんですね。でこれを使うことによってこれ自体が栄養があるっていうんではなくて、吸い上げる力とかも強くなったり、花が長く咲けるような力が出るって考えた方がいいかなと思います。保水効果とかっていうよりもそれももちろんあるんですけど、さらにその吸い上げたり植物の細胞を活性させるっていう考えの方がいいかもしれません。でいろんなこういう、ミスト系のもの、他社さんでもこの内容が似たようなものもありますし、まるっきり違うミストのものもあります。ですからその買う時にですねどういう効果があるのかっていうのを理解して買っていくといいかなと思います。でこのフィニッシングタッチ自体は今後もいろいろなものにかけてきますけど、ダリアだとかストックだとかで今出てる例えばね、鉢物なんかもいいんです。で新しくこのフィニッシングタッチのカタログに載ってると思うんですけど、もみの木にかけてるんですね。外にあるこれは海外でやってるから日本じゃちょっとできないかもしれないですけど、かけるとまるで違います。もみの木がもう青々していて、でそういった意味でも植物にはすごくその活性能力があるものが入っているというのでちょっと覚えていただければと思います。これもね今後使いますのでぜひ、使ってみていただければと思います。でそれともう一つ、これは抗菌グッズとちょっと似てるんだけどカビを抑制するっていう商品も実はあります。でこれどういう時に使うかっていうとこれがその商品なんですけど、
カビが出やすい時期にちょっと保管をしたいとか、もしくはそのバラなんかでもそうなんですけど、ちょっとカビがすごく出やすい品種のもの、その時に水揚げの時にちょっと巻いたり、それから保管の時に巻いて保管をしておくっていうのに使います。あと輸送中のカビを防止したい時にもこれ使えるんですね。あと例えばですけど、今いろんな風船流行ってます。でバルーンをこうやって、そのバルーンの中にアレンジを入れるとかっていうお花屋さんもいたりするんですけど、その場合カビやすいんですね。でこれをちょっと入れるとカビがすごく抑制されたっていう話も聞いてます。でこの抑制効果はかなり高いんで、これは二酸化塩素っていう塩素、このシートから出ます。湿度 40% 以上になるとここから出るって言われてるんですけど、それによってそのカビを抑制する効果があります。だから冷蔵庫なんかにこれを使って、本来こういった長いんですよ。これをうちではカットしてちょっとお花の、頭のところにふんわりかぶせたりして使っています。でそれだけでもですね、ちょっとカビの抑制効果があるので、カビがすごく心配で出やすい時期、そういう時にはこういったものも使うっていうのはちょっとありかなっていうふうに思います。これトランスポートケアって言います。でこういういろいろなものがね、品質保持剤ではあります。でそれらをこうちょっと理解をしていただきつつ利用していただければいいかなと思います。それで、これから先ですけど、次回以降になりますが、お花の品目ごとに具体的にはうちのお店でやっている水揚げ方法を皆さんにお教えしていきたいと思っています。かなりの数のお花をより細かく説明していきたいと思っておりますので、ぜひその辺も、楽しみにというわけではないんですけど、お聞きいただければなと思います。で初回はですね、まずガーベラをやらせていただきます。この話は随分僕もさせていただきましたが、ガーベラのなんていうんですかね、イメージ、お客さんの持つイメージってまず持たないって言います。ですけどこれをまず変えていきたいんですね。で買ったお店によってガーベラの花持ちって随分と違うと思うんですね。でそのためにも持つというか長く楽しむためのガーベラの水揚げ方法、まずここからお話をさせていただければと思いますので、次回以降いろいろな、お花の水揚げとか品質管理のお話させていただきますので、ぜひお楽しみにしていただければと思います。はい、では今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。